やばい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 。最初のやばいの歌が不評だからやめようっつったのにめっちゃ歌ってるやん。歌いました。はい、ジャンプ36、37合併号式合併なんかということで今日はですね、もうこの僕らの大好きなブリーチついに乗りましたよ。この連載20周年記念ということでね、かなり楽しみにしてたわけなんですけども、どうでしたか小池さん。もうブリッジ読んでないんでなったと空気作るのはいいけどさ、最後どう処理するかまでちゃんと考えてやるね。いやこれ今小池さんが突っ込むとこやったよ正直。あ、そうなの。そうそう俺のせいなの。そうあ、すいません。そう、はい、まあ、というわけでやっていきましょう。はい、第1021話ということなんですが、その前に我らがのすけ海鮮丼さんジャンプ掲載おめでとうございます。丼乗ってたね。なんとね、僕たちの火曜レギュラーののすけさんが、はいなんとジャンプに乗ってしまいましたね。すごいよ、たかしさんと一緒に乗ってたよ、ジャンプカラーページに載るのはすごいよね。そうだってこれ1個前のページ見たらカジさんとか載ってるからね。そこカジさんからの丼。そこと比べるのは別にええねん。あ、そうですか。グラ箱に乗れるってすごいよね。いやすごいことですよね。僕もワンマガに乗ったことあるんですけども、ジャンプに乗れるってやっぱええようなことなんで。いやこれすごいことですよ。仲間がねこうやって活躍してくれるのは嬉しいことですよね。おめでとうございます。2号ということでね。はい。ということで本編いきますか。はい。じゃあ今回は1021話ということで、はい、デモニオということなんですが、デモニオってわかりますか？まあこれ読んだらわかりましたけど、僕最初はなんかデモの話でもやんのかなっていうことを思ったんですけどね。ニオどこ置いてんニオ置いてきたのよ。デモニオってスペイン語、イタリア語で鬼とか悪魔を意味する。なるほど、スペインなんですね。そう、悪魔だけじゃなくて鬼なんですよね。確かに。そう、鬼も意味するんですよ。和の国鬼ヶ島で。鬼ヶ島だから。おお。わからないけども、おしゃれだからデビルなんとかとかさ、デーモンなんとかじゃなくて、デモニオってここでつけてるあたりがなんか小田先生のセンスを感じる部分じゃないですか。ロビンの技名がなんかイタリアとかその辺っぽいし。はい、ということで今回どこからいきますか？やっぱ最後からいきますか？最後ですよね。まあこれね。どう思いますこれ？まあかねてより言われてましたよ。この熟熟の実の本当の能力は子供を大人にできるんじゃないかと。まあつまり桃の隙を年取らせることができるんじゃないのかってことは言われてましたけど、今すぐコナン君に紹介したい。確かに新一に戻れたらな、よかったのにな。どうする新一ね、多分17歳ぐらいだと思うけど、急に27歳とかにさった。ちょっと間違えちゃったみたいな。あ、ごめんやりすぎたごめんとか言われてなんてなるよそれね。そうやね。その時はもうアインを呼んでくるしかないね。ほんまや、めんどくさいなほんまに。行ったり来たりということでですね、まずは熟熟の実で一応いろんな考察者さんが熟熟の実とかボニーの能力で大人になるんじゃないかっていうふうになってたんですけども、そうですね。まさかここでねちゃんとストレートに熟熟の実で大人になる展開が来るかもということなんですけども、そうここで一番引っかかったのは、最後のページのところでね、できますけどなんでそんなバカなことをって忍が言うてるやんか。おお、確かに確かに。できますけどの文字なんです僕。どういうことですか？過去にやったことがあるってことでしょ。あ、誰かで。そう、試したことがあるからこれ言えるでしょ。確かにできますけどってことは、今まではカイドウのボロブレスから守るために地面を熟熟させて、地面に穴を掘る形でみんな助けたりとかもしてて、あ、なるほどそういうものに使えるのねと。そうそう、物に対してね。そう思ってたんやけど、まさかここで人の成長まで熟熟させることができるということは、そうなんや。意外だったなと思って。ほう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 。できるとは思ってたんだけども、まさかここでできちゃうんだっていうね。ドストレートで来ましたからね。そう。じゃあこのなんか試した人誰だと思う？雷蔵とかにも使ったんですかね。なんで？結構老け顔な感じなんで。あー、俺の考察ちょっと近いんだよね。ほう。すき焼きかな俺思って。すき焼き。というのもね、俺ね、忍って若い時と今って違いすぎると思ってんだよね。めちゃくちゃ綺麗かったですからね。妖艶なね、くのいちだったわけじゃないですか。あんな可愛いのになんかね、忍たま乱太郎のなんか山本シナ先生みたいにね、急におばあちゃんみたいななんかめちゃくちゃ顔でかいし。そうっすね。よくある考察で、すき焼き言ったらおでんのお父さんねは殺されちゃったというか病気で死んじゃったことになってるけども、生きていたとしたら天狗になってるんじゃないかと言ったらお玉のところにね保護者としていたじゃないですか。で理由があってなんか都には行けないみたいな言ってたけど、そこそこな立場があるんだろうとか、声優さんが同じやからもしかして同一人物ちゃうんかとかいろいろ言われてたんやけど、熟熟の実でなんとか逃がすために
忍が手配したんだったら、年齢操作とかちょっと顔を熟させることによってごまかせれたのかなと。まあそうっすよね。っていうことができますけどに加わってたらめっちゃ面白い伏線になる。なるほど。明らかに確定事項1個あるんですよ。人に試したことがあるということ。確かにね。そう、これだけは絶対確定してるんですよ。でどこでじゃあそれを試したのかって言ったら、自分自身にやったのかもしれないし、もしくはすき焼きに試して今天狗山必鉄になってるっていう風なことを考えられないかなと。まあ全然ありえますよね。そう、もちろん桃之助の決意っていうのもすごい胸を打たれたんやけど、この熟々の実の奥深さみたいなことをちょっと考察したんですよね。ああ、まあ確かにね、殿安とかもその可能性ありえますからね。ああ、なんで？まあ実際はもうめちゃくちゃ多分下月家の大名やったら顔知れ渡ってると思うのに、ほっかぶりだけしてほぼ変装もしてなかったじゃないですか。あれでバレへんかったのは実年齢より明らかに年いかしたからかなとか。忍熟々させすぎやろ。いやもうやっぱね、熟女なんでね、逆整形みたいな感じ。あ、そうめちゃくちゃ手を施すやん。でも実際の指名手配犯とかもこのやっぱ整形して逃れたりするじゃないですか。いや、よくするとかね、顔のまあ隠すためにやるのはいいんやけど、でもちょっとなんかこれ奥行きが見えて面白いなと思って、なんか本当にさっき言ってくれたようにストレートすぎるなと思って。そうっすね。そう、ここでなんか和の国にねボニーが来てちょっと年齢操作するとかだったら分かるんやけども、スタンピードまあ見ましたね。見ましたね。でその時にボニーはその卵から鳥になってたやんか。ということは成長ちゃんと減ってるわけやんか。ただ生まれましたでも飛べませんじゃん、ちゃんと羽ばたいてたからちゃんと成長の過程まであるっていうことでしょ。じゃあこの場合一度やれば二度とその姿には戻れません。心は子供のままにって書いてあるんですよね。まさしくコナンの逆ですね。そうということは、成長したとて別にいきなり強くなるわけじゃない。まあ確かに姿だけってことですもんね。姿が大きくなるよっていうだけじゃないですか。どう思うこれ？なんかみんなこれ賛成派反対派？僕らはずっと言ってたけども、やっぱりこの忍の、まあ、この熟々の実で、まあでかくなってカイドウと同じぐらいの竜になって対等に戦えるようになるんじゃないのかみたいな。そうね、それは過去に考察しております。こちらです。はい、こちらね、カラーウォークのね和の国っぽい感じのところに、まあピンクの竜が出てるんですけども、ピンクの竜が桃之助じゃないかっていうふうにね僕たちは言ってたんですけども、そうなんですよ。そう、まあカイドウほどの大きさはないとしても、やっぱりこれは桃之助が成熟した大人の姿の竜の姿なんじゃないか。だからこんなにも昔からこの構想を考えてさりげなくヒントを出した小田先生エグくないか。いやこれすごいことっすよね、本当にね。いやでも大人の桃之助を見てみたいけどね。しかも熟々の実ってさ、どこまでコントロールできるんやろね。大体20代後半にしようとか、大体30代前半ぐらいにしとこうとか。そんなさじ加減だ。そういう感じかな。でも多分50歳とかにやりすぎちゃったら、あ、間違えた元に戻されへんわみたいになるでしょ。ありえますね。元にも戻れないんだから。えぐくない？結構賭けじゃないこれ。もしかしたらちょっとずつ試していくんかも。小学生ぐらいになりましたね。あ、中学生ぐらいになりました。あ、高校生ぐらいですねみたいな。あ、なるほどなるほどなるほど。そう今のじゃあ日和と同じぐらいになるのかなと。まあ本来は28歳ですもんね。そうなんだよね。いやすごいよね、8歳でこの接者を大人にしてくれってね。いやもうルフィだけだったら、多分今の竜の大きさでも飛べることって証明できてるやんか、パンクハザードで。ハートの海賊団ごと連れていく気なんかな。どうなんすかね。でもこのまま行くとですね、皆さんワンピース史上初の戦いが見れるんですよね。多分空中戦初じゃないですね、空中戦は。同じ能力者同士の戦いっていう。まあだってありえないことですからね、今までは。悪魔の実の一つしかないっていう大前提があったんで。そうだから桃之助のその悪魔の実が青龍かどうかは知らんけど、竜の形っていうのは同じなんだけど、青龍 VS 桃龍なんかわからないけど、竜 VS 竜ってなかなかないでしょ。そうですね。同じ能力者がこの世に2人として存在することありえないので、そういうなんか引っ張り合いみたいな。鬼ヶ島は花の都に行かせないぞ派と花の都に飛ばすぞ派でこう引っ張り合うみたいな。美女の綱引きみたいなね。そうそう、まさによく分かってくれたね今。さ
すが相方ナルトのね。そうそうそう。はい。いやもう最後の1ページだけでもなんかすっげえ嬉しいね。いやそうですね。まあなんとなくね、これカリブーとかもそう上についていくんじゃないかという気もしますけどね。そうカリブ1ヶ月分の食料ようこの手に入れられてたね。いやほんまにほんまにね、ただでさえちゃんとしたまともなさご飯っていうか食料ないからさ、そう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 、こんな泥まみれになった肉どうなってんねんみたいな。ねえ、俺ちゃんの沼沼の力は底なしさんなのよキヒヒヒって何よくない？底なし沼っていう。あ、なるほどね、確かにね。これなんか黒ひげの能力に通ずるところありますよね。ああ、なるほど。そうロギアを無効化することはできないんでしょうけど、でも吸い込んで吐き出すことできるんやから、意外に沼沼の実ってやっぱめちゃくちゃ強い実なんじゃないのかなっていう。まあ術者がアホなんか。まあまあそう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 、もっとうまくやったらね。そうね、やっぱ底なしさんなのよとか言ってる時点でもうダメかなっていう感じがするんですけど残念ながらカリブーに関してはそこがねちょっとね良くないかなっていう。なるほど。はい。じゃあ1ページ目からちょっとストーリーをなぞります。はい。うちのスタッフがですねえらいこの扉絵に感動してましたね。あ、そうですね。はい。フランキーとセニョールピンクが持ってるお酒がルシアンかなみたいなの言ってて、あ、なるほどと思って。いやおしゃれですよね、そういうのもおしゃれですよね。いい扉絵だなと思って。で1ページめくりまして、はい、ここ続きやると思ってなかったんで。そうそう、ちゃんとね前回続きをね、そう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 、シーサーペントということで、これすぐ神木くんが調べてツイートしてくれてたの見てなるほどと思ったけど、なんかヘビなんやなこれ。へえ、ヘビっぽいんだから動きがね、なんかね。確かにね。ね、いいっすね、船長と同じくヘビっぽい感じで。そう、ブラックマンパみたいな感じでやっぱヘビ強いねんな。強い。それなんか俺意味を考えたんだけど、多分相手がクモやからやな、多分な。なるほどね。そうそう、クモやからヘビでこう対抗してる感じになってんじゃないかなと思ってるんですよね。クモとね花で喧嘩する感じのキャットファイトな感じのね回ですね。何その 45% ぐらいなんかヒゲダン入ってるのイルカキャットかでね喧嘩しようみたいなやつね。いやだロビンやっぱ強いよな。ロビンって言ったら後方要員っていうか、裏方要員になってたんですけど、まあやっぱりね、まあもともとまあミスゼロじゃないミスオールサンデーなミスオールサンデーということでクロコダイルね相方やってたぐらい、やっぱ戦闘力はバキバキにあるなと。まあなんだってね、カイドウがヤマトと戦ってワノ国の守護神と戦ってるわけですけど、ロビンさんはアラバスタの守護神ボコボコにしたっていう経歴を持ってるんでね。守護神、そう神殺しの女なわけなんですよ。言いたいだけやん。そういう意味でもやっぱりこの悪魔というのがね、なるほど、まあ、あの時から伏線やったんかなと思うわけなんですけど。なるほど。はい。まあジンベエとフーズフーとかさ、佐々木とフランキー将軍とかってさ、力と力の戦いやん、ぶつかり合いやんか。でもここはなんか知能 VS 力みたいな感じで戦いやから、確かにね、すごく見応えがあるね。なんかいつものバトル以上にどうなってんのって思っちゃう。そう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 、めちゃくちゃいいなと思ってて、次のページめくりまして、ブラックマリアの技がたくさん出てくるじゃないですか。そうなんよ。マリアネットとかおしずマリアとか、おもうめちゃくちゃネーミングセンスいいなと思ってて、はいはいはい、マリアの万能性ね。おしずマリア、生きどマリア、あたたマリア、よくない？これご自身で考えはったん？もう考えたんでしょうね。だってさ、悪魔の実ってなんか前者の記憶がちょっと引き継がれるかもみたいな考察一部あるじゃない。ありますね、被験とかね。そう、被験とかもそうだし、じゃあゴムゴムのピストルとかやったらまだわかるじゃん。わかる。まあ、前者がそうだとしてもやれるやん。マリアは己しかできへんやろみたいな。でももしかしたら前食べた人がホワイトマリアかもしらんから。なんで色替えなんそんな。まあ、イエローマリアさんとかもおったかもしらんから。なんで格ゲーの通行みたいな感じになってるのそれ。全然ありえるからそう可能性がねマリアって結構ある名前だから。じゃあその前なんなんですか？その前、その前はもうそれあれよ、レッドマリアよ。まあそんな中ですね、まあ今回注目した僕は、この格闘家なのって言って、オイランナックルっていうね、まさかここでナックルボールを投げてくるとはね。どこにボール書いたんこれ。いやまあ結構びっくりしたなってこと思うんですけど。なんで最近ほんと野球にばっか例えるの？この前企画会議の時野球中継見てた時お前両津勘吉か思ったもんね、ほんまね。オリンピックね。そうそう、警備してる時にずっと競馬の中継聞いてた両津勘吉を思い出したもん俺。そうね。オイランナックでなんか好きね、なんかこのなんていうメリケンサック。メリケンサックで久々に見たわこういうの。まあ多分ね東京リベンジャーズやってるからということでまあこういうの用意したと思うんやけど。ちゃんと思うけど。
いやこの辺のクラスの人ってさ、はいもう武装色とか多分できるから、武装色でやったらいいじゃんもう。それほんまに思ったよ。なんで一道具に頼るんやこの辺が俺飛び六歩のあかんとこやと思うのよ。あそうなんちゃんと武装色を鍛えとけばまずはメリケンサッカーみたいな羽面でもロビンをぶちのめせだと思うんよ、でももうこれが効かんかったんは、もう全然あかんわと。もうこれメジャーの阿久津か思いましたもんね。はい、ナックルだけに。ということなんですけど、でも僕はその花魁やから、女性としてのこだわりがあると思うんですよね。ほう、なんかブラックマリアって美しくなきゃいけないみたいな。はい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 、獅子王誠の側近の弓みたいな感じで、はい、ああなるほどね。そうだから武装色みたいななんかゴツゴツに鍛えてる感じよりも、道具でみたいな感じのこだわりがあるのかなみたいな。ああなるほどね。ね、いやでもちょっとなんかロビンちゃんが殴られてるのみんなちょっときついんやけど。まあね。だってこれバキって言ってるから相当骨いってるよこれ。おお。ねえロビンの、大きくする技って全部が実体なんでそこだけ不利よね。いやそうロビンの能力ってすごい強いなって思ってたんですけど、これダメージ食らっちゃうんだって思ってて。そうよ。そうだから分身とかの時もしてるから、食らわんと思ってたんですよ僕なんか。だから食らう寸前にふわって消えてたよ。あ、なるほどね。そうだからはあそういう解釈なんや。今回もふわって消えたんやけど、わりかし毒だけちゃうかなと思って。弱点って毒だけはもう刺されたら終わりやん。なんかあ確かにね。だからちょっときついなと思ったんやけど、はい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 。今回もよくねかわして攻撃してんなと思って。そうっすよね。このねブラックマリアの下の雲がちょっとトトロみたいな顔してますけど、どこがトトロ？トトロっぽくないこの口な感じ。トトロ？確か口トトロやなこれ。これ口トトロなのよ。でそっから私の意図は可燃性ということで、これどっかで見たなと僕思ったわけなんですよ。何ですか？トレーボル。ああネバネバね。そう小田先生ネバネバしたものに可燃性をする性癖があるんかなっていうことを僕はちょっと思ってまして。何性癖？なんか燃やしたいんかなみたいな。いやいやそう決まってるんすよ。ああ相場がね。相場が決まってる。なるほどなるほど。俺でもブルックのことをみんなガシャドクロって呼んでるのがちょっと好きなんだよねこれどういうことですかガシャドクロって。ガシャドクロって言うやん頭蓋骨みたいな。はい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 。でここでまさかの過去回想がめちゃくちゃ嬉しかったっすね。皆さん待ってたでしょこのキャラの再登場。そうハックおい同じボケをいやここでやっぱりですねこの魚人空手に注目してくるということはやはりこれはあの男がやってくる伏線なんじゃないのかなと。そう今このジンベエもこの魚人空手で大活躍してくれてますと。でここに来てまさかのロビンが魚人空手使いましたと。これ条件揃いました。次に来る魚人空手の使い手はまず間違いなくナミュールだと思うんですよね。ハックはハックはここで出てきたしいいんじゃない。押し付けるなロビンは関節技で十分強いっていう数ヶ月後かな、数年後かな、大きいみたいな。そうや自分が関節言ってもうてるやん口悪いわほんま口悪いわ。竜爪剣を教えようかロビンって。竜爪剣は教わってないんかな。教わってないっぽいですね。ねえコアラに習えるってすごいよね。いやそうよねえいやなんかこの時のロビンいいね。そうだから僕らが知らんうちに、この魚人空手を使っとったんやなっていうのも今回ちょっとびっくりしましたよね。そうなんだよね。再開した時のね魚人と行くところのね。そうミルフルール魚人空手っていうの天井バーン攻撃してガチャーン落ちてきて木を消すっていうね。そうやこんな消し方あるってねでこっからデモニオフルグランジャグジークラッチ。これボキボキ言ってるからむちゃくちゃ折られてますよね多分ね。折られてるえぐい。この時のロビン2年前の髪型よね。確かにねほんまっすね。ミスゼロの時のあ違ったオールサンデーの時のそうミスゼロはいすごいよね。なんで角生えてきたんだろうって思うね。それほんまに思ったんすよ。羽も生えてきてるけどでも羽はその悪魔っぽい象徴でなんか分かるじゃないですか。でロビンって今までその天使っぽい羽生やしとったからその対比やなと思ったんですけど角生やす意味あるんかなっていう。でそれがさっきなんか言われたそのデモニオが鬼っていう意味を聞いてもしかして角キュアなんかなっていう。塗ってへんやんこれどう考えても黒一色じゃん。黒に染めたいこれさ悪魔の子って言われてるのがまさにさ本当に悪魔っていうね。そうですね感じがなんかすごいいいよね。なんかね仲間のために悪魔にもなるっていうのがロビンにグッと
くるポイントやな。そうですね。ね、もうずっとロビンのことを知ってるからね。俺さっきちょっと言い忘れたんやけど、はい、ビンタじゃダメって過去回想で言ってる時のロビン、このポーズ俺好きなのよ。仲間にしてのところ。そう、仲間にしてのところがたびたび仲間の話聞いてこのポーズしてる時あんじゃん。確かに。このロビンめっちゃリラックスして心許してると思うのね。このロビンめっちゃ好きなのよ。なんかお姉さん感あるやんか。まあ確かにね。そう。でもこのロビンの悪魔感は怖いわ。あまりは白目向いてんもんな。ほんまにね。でここでまあ勝つわけですよね、ブラックマリアに。勝ちましたね。そう、これやっぱ終わりだと思うんですよ、もうブラックマリアここでね。さすがにね。そうで一つ疑問が残るんですよ。はい、ブラックマリア人獣型出てきてませんねっていう。これ何型なん？いや知らんのよこれ。半獣型みたいな。そうよね。だからほんとスマイルみたいな感じになってて、うん、じゃあ例えばねモンスターチョッパーでっかくなる。はい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 。じゃあもしこの状態に陥ってこうクラッチかけられたらどうするかっつったら、普通の獣型に戻ると思うんだよ。そしたらちっちゃい方が逃げれるやん。ああ確かに。もし獣型とかちゃんと慣れたら、このクラッチ逃れてたんじゃないの。おお、なるほどね。逃れマリアでできたんじゃないの。ああそれすごい回避方法やね。タイプを変えることで変えるみたいな。そうだから人形態、まあ、言ったら人型と言われるものは最初の登場シーンで確認できてて、下だけなんかこの雲の姿っていうこの2つしか形状って分かってない。確かにね。人獣型ないんだと思って。もしくは、まあ、やっぱりこの雲っていうのは、まあ、結構お腹の中にね雲の子をたくさん飼ってる場合があるんで、まあ、この後リトルブラックマリア軍団が出てくる可能性も結構ありえますけどね。リトルブラックマリア軍団。もうこの腹からは出てくるのよ、リトルブラックマリアが。出てきたとてなんやねん。いやいや、そう襲われんのよ。切られるやんまたブルックに。確かにね。で場面変わりましてブルックなんですけども、オーケストラというトン記号なんやね。ほんまや。これ相当な霊気の使い手でもここまで来ると。おお確かにね。ねえ、これ九山の霊気とはまた違う、まあ、黄泉の霊気みたいなこと言ってはったから、そうですね。今まであんまり気にも留めてなかったけど、もし黄泉の国編があるとか黄泉の国に本当に行くことがあったらめっちゃ寒いんかな。おー、なるほどね。ね天国ってあったかそうやけどね。まあ天国とは言われてないからね。そっか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 。黄泉の国の。黄泉の国やもんね。はい。そして最後のページに戻ってくるわけなんですけども、今回もね熱かったですね、内容がね。そうですね。ねえ、次どうなると思う？この桃之助の話がちゃんと大人になることで回収されるのか、それともなんか全然違うカイドウとヤマトの戦いになるのか、どっちかだとは思うんですけどね。なるほど。軸々の実で大人になる派みんなならない派まだ分かんない。まあ確かにね。できることは分かったけど、ならないっていう選択肢もあるじゃん。なんちゃうんかな、さすがに。もしここで桃之助を軸々で大人にできるんやったら、カイドウに近づいてなんとかめっちゃジュクジュクさせてむっちゃジジイにしよう。逆にめっちゃ強なったらどうします？なんでなんで？いやもうジジイ竜みたいな感じで。ジジイ竜って何やねん。いやおんのよ、ポケモンにもジジイロンっていうジジジイみたいな竜が。あ、強いん？いや強いかどうかは置いといても、そのジジイ化することでよりパワーアップしてしまう可能性はあるやん。だから相当な落としやんかもう。まあね。もうそもそもがね、それをなんか500歳ぐらいにジュク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 ってやったらもう死ぬかもしれないよ、そんなの。そうね。そりゃそうね。どうすか？いやいいと思う。もしくはさ、鬼ヶ島自体をもうジュクジュクやったらどうなの？でも落ちてくるやん。いやもうなんかみんな飛べる人たち助けるなんとかしてちょっと無理がある。ちょっと無理が。いやまあどうなるんすかね。まあその辺細かいところもですね、また明日ののすけさんとの深掘り動画でそうですね、いろいろマニアに聞いてみようと思いますんで、皆さん何かあったらコメントください。お願いします。これ拙者を大人にしてくれだけ見るとね、まあちょっとあれな感じですよね。何いやちょっとあれやなと思って。何そう何が言っていやちょっとわからへんねんけどね。まあそういうことで今日もありがとうございました。何がそれでは今日の回はおさせていこうよかチャンネル登録よろしくお願いします。明日は2号がやってまいります。それでは See you! バイ。小屋ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の場合は小焼きチャンネル。